はい、トライラの川原です。今回は最近触ってみて面白かった 3DCG ソフト、マジカ CSG の使い方をご紹介していきます。こちらのソフト、まだリリースされて1ヶ月ぐらいしか経っていないと思うのですが、なかなか面白いソフトで、3D のオブジェクトを、いろいろなオブジェクトの形状を組み合わせて作っていくというものになります。使い方もシンプルなもので、機能も少なく、覚えることも少ないので、すぐに作っていけますので、なかなか遊べるツールとなっています。しかもこちらのソフト無料でダウンロードして使うことができます。こちらがマジカ CSG を起動した画面となります。最初からこんな感じでキューブが配置されています。マウスの右クリックドラッグで回転させて、マウスのグリグリ、中クリックですね。グリグリで拡大縮小。中クリックを押し込んだままドラッグで移動することができます。いわゆる 3D ソフトでよくあるパターンの操作となります。ではざっと操作パネルを見ていきますと、まず左レイヤー、その下がオブジェクト、これキューブですね。そしてこの辺りに標準ツールがあります。ベースの形状があって、X 軸に半分とすると形状が半分になる。Y 軸に半分、Z 軸に半分、組み合わせることもできます。さらに M、ミラーですね、おそらく。こうですね。こんな感じで M を押すと、こう、中心を対象に、画面の中心軸を対象に作っていくといったものとなります。そして今キューブとなっていますが、スフィア、球体、トライアングル、三角形、ポリゴン、多角形ですね。これ3、4、5、6、8と変えることができます。そしてカプセルにシリンダー円柱ですね。といった感じとなります。そしてその下に合成モードやパラメータがあるのですが、この辺りは使いながらまた説明していきます。そして右側、この辺り、全選択であったり、サイズ、大きさですね。大きさ、配置、これスケール、移動、回転、反転なんかの設定パラメータなんかがあります。オブジェクトを作っていくために操作するのは基本的に本当にもうこれだけになります。あとはこれらを組み合わせて立体を作っていくといったツールとなります。ではここから実際に作っていきます。まず球体から始めます。スフィアを選択して配置を中央に移動しておきます。センター X 軸を0にして画面中央に配置しておきます。ここで中央のグリッドが表示できます。こんな感じですね。そしてまず始める前に、こう引いていくとフロアがこの部分だけ表示されています。この範囲内が制作できる部分となります。例えばこの四角引っ張るとスケールで大きくなっていくのですが、ここまでですね。このフロアの範囲内まで作ることができるといった感じとなっています。ですのでこの中でできる限り大きく作っていくというのが一つコツとなります。これサイズ自体が解像度にもなってきますので、小さく作ると荒れやすくなります。ですのでこの範囲内で、可能な限り大きく作っていくといったことを意識していくといいと思います。で今さっと動かしましたが、縦奥区域それぞれにこの四角をドラッグすることでスケールを変えることができます。そして矢印は単純に移動といった感じですね。ではサイズ、例えばすべて500、500、500、縦横奥500の球体から始めます。少し上に移動して、まずこれがベースの形状となります。そしてこのオブジェクトストロークですね。プラスを押すと球体が複製されます。この状態で移動します。大きさを変えて、
つなげると。もうこの重ねると自動的につながるようになります。こんな感じですね。なおかつ M を入れると左右対称に作られると。で、最初もうこれを触った時に、もうこの状態ですでにちょっとカービィっぽいなと思ったので、今回はカービィを作ってみます。手ですね。少し下向けて配置していくと。そしてカラーを設定します。これ選択した状態でここでカラーを選択するのですが、一つ選択してこのカラーを押すと同系色のオブジェクトが全て選択されますので、この状態で色を変えていきます。ピンク系ですね。こんな感じとしておきます。これでまず体と手ができました。次に足を作っていきます。また手を選択して追加して下に移動します。スケールで形を作っていきます。ちょっと手元におもちゃなんかの立体があれば見ながら作れるのですが、今平面的な画像を見ながら作っているのでなかなかバランスが取りにくいのですが、こういった作るときやっぱり立体があって、それを見ながら作ると作りやすいと思います。右クリックドラッグで角度を変えながら調整していきます。そして色を変えます。赤でいいのかな。こんな感じですね。これで足ができましたので、さらに顔を作っていきます。ここまでは基本的にこのオブジェクト、形状を複製して形を変えてつないでいっているといったものになります。複製します。プラスで追加。次はほっぺたを作っていきます。ちょっと見にくいので表に出して、こんな感じですね。で、このままだとこう膨れ上がった感じになるのですが、ここで合成モードを使っていきます。選択して今ユニオンという単なる合成になっているのですが、ここを例えばサブトラックに変えるとこの形状で型抜きすることができます。重なった部分が切り取られたという形で今へこんだ状態になっています。さらにインナーを使うと重なった部分だけが表示されるようになります。そして最後もう一つリプレイスを選ぶと重なった部分だけ描画されるようになります。重なった形状で型抜き、へこむとくぼむといった形ですね。そしてリプレイスは置き換わると、これで描画されたような形となります。そして少し薄い色に変えていきます。これぐらいかな。もうちょっと上。
こんな感じとしておきます。そしてさらに複製してプラス目を作っていきます。まず目の輪郭ですね。こう斜めになっているのでちょっと操作は難しいのですが、でも特に複雑な操作は必要ないので直感的に作っていける感じとなります。そして色は黒ですね。これもリプレイスで埋め込みます。なかなかバランスが難しい感じではありますが、シンプルな形状ゆえにちょっと変わると印象がガラッと変わってしまうという感じですね。ほっぺたもうちょっと外側かな。続けて複製して白目を作っていきます。これもリプレイス。さらに複製して下の青い部分ですね。これもリプレイス。で、この青い部分は上半分が欠けている感じになりますので、これをもう一つ複製して黒を入れます。こんな感じですね。そしてこのオブジェクトのレイヤー順序なのですが、ここで下にあるものが優先されて表示されるようですので、この白を一番下に移動して、あれ、これが黒やね。黒がリプレイスになってないですね。リプレイス。こんな感じですね。ちょっと黒縁大きいかな。さらに複製します。で、最後に口を作りますので、ミラーを解除して、一つの状態で、センター X 軸を0にして中央配置。カラーは赤。
で、口を埋め込みます。位置が変わった。0。今度は埋め込みですので、削り取りですね。サブトラクトで型抜きします。そして口の形を作る。こんな感じですね。なんかバランスがいまいちな感じなので、ちょっといじっていきます。全体的に顔が中心に寄ってるのかな。うん、なかなかこの球体に描画していくのがちょっと難しかったりします。歪みが入るので移動すると変わるんですね。そして目の距離を調整。口はもっと上かな。むずいですね。こんな感じかな。みたいな感じでディテールを調整していきます。そして今この合成部分ですね、ここをブレンドの数値を変えることで、このなじませ具合、境界線具合が変わります。こんな感じですね。例えば今ここ手なんかもパキッとしてるのをブレンド上げていくと滑らかになると、もちっとした感じですね。まあここは普通でいいので2としておきます。足も2と。まあ、こんな感じとしておきます。なんかけど、まあいいか。まあ、バランス加減が難しいですね。ちょっと立体見ながらやりたいですね。一旦こんな感じとしておきます。そして形状ができたら、このレンダーのウィンドウに切り替えて画像保存することができます。ここですね。画像保存でサイズを決めて、例えば2000
かける2000としてレンダーをクリックすると保存できます。するとレンダリング処理が始まります。するとこんな感じで作った画像を保存することができます。そしてこの今作った 3D データを他の 3D ソフトに読み込んでアニメーションさせるといった場合はエクスポートから保存できるのですが、ここですね。この出力の画面からエクスポートで保存することができますが、保存できる形式が3D の PLY という形式のみとなります。この PLY という形式、個人的には全く触ったことがないので、何とも言えないのですが、さらっと調べた感じですと、3D スキャンや 3D プリンターなんかで使うような形式のようです。これで保存して、エクスポートすることで、他のツールなんかでも、対応しているツールでは読み込めるということみたいです。これですね。PLY 形式となっています。そしてこの PLY 形式のデータですが、オフィシャルの YouTube で配信している情報によりますと、ブレンダーと Z ブラッシュ、G ブラッシュは、標準で読み込めるようです。シネマ 4D は試した感じ、ちょっと読み込めなそうでしたので、他の 3D ソフトに持っていきたいときは、ブレンダーや G ブラッシュなんかを経由することで、変換して使うことができると思います。僕個人的にはブレンダーを使っていないので G ブラシの方で読み込みを試してみたところ問題なく読み込むことができましたので、ここから編集してシネマ 4D に持っていくといったことはできそうです。こんな感じで覚えることも少なく、単純にいろいろな形を組み合わせて立体を作っていくことができる面白いソフトですので、ぜひ遊んでみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。